後で言うとね、いいですよ。よろしいでしょうか。クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号につきましては、本日最後まで船に残っておられた船長以下すべての乗員の方々の下船が完了いたしました。これによってすべての乗客乗員の下船が完了したことになります。この間、クルーズ船の乗客であられた7人の方がお亡くなりになりましたことは大変遺憾であり、改めてお亡くなりになった方のご冥福と、またご遺族の方にお悔やみを申し上げたいと思います。巨大なこのクルーズ船の中での検疫作業、そしてこれだけの感染が発生をしていたわけでありますけれども、これまでにない大変困難な作業であったというふうに思います。それぞれの関係者の皆さんがその状況に対して適切な対応を考え抜き、一つ一つの問題を解決しながら、本当にそうした皆さんの努力でここまでの状況に至ることができたというふうに考えております。この間、DMAT の医療関係者の多数の方々、また検疫や輸送にもご協力いただいた防衛省、自衛隊の皆さん方、さらにはそれぞれの地域においてクルーズ船から搬送された患者を受け入れてくださったそれぞれの地方公共団体、また病院関係者、搬送に携わった方々、本当に多くの方々のご協力をいただき、さらには船長をはじめクルーの皆さん方の献身的な努力もあったというふうに承知をしているところであります。厚生労働省を代表して改めてすべてのこうした取り組みに関わった方々に厚く御礼を申し上げたいと思います。引き続き下船をされた乗客乗員の方々の健康管理を適切に行っていきたいと考えております。また、クルーズ船に乗船した業務に従事したすべての厚生労働省の職員などについても、下船後、順次 PCR 検査を実施いたしました。検査結果は、橋本副大臣、自見大臣政務官は陰性でありました。また、一般の厚労省の職員もすべて陰性でありました。検疫期間についても、2月28日に公表した1名、現在医療機関で治療中でありますが、その方を除くと98名はすべて陰性でありました。副大臣、大臣政務官および一般職員については、下船後2週間、自宅等でのテレワークを行うこととしております。また、以上がクルーズ船のダイヤモンド・プリンセスの関係であります。それから、新型コロナウイルス感染症対策の基本方針を出させていただきましたけれども、その中において、地域ごとのサーベイランスや医療提供体制といった各対策については、地域の感染状況を踏まえ、移行していくことにしております。また先日、北海道の知事がおいでになったときにも、そうした考え方を早く示していただいてほしいというお話もありました。本日、専門家の方々のご意見も取りまとめ、意見も伺い、取りまとめをいたしました。この事務連絡で発出をすることにしております。内容については後ほど事務的なブリーフでご説明をしたいと思います。患者がすでに発生している自治会におかれては、この事務連絡に沿って対策を進めていただきますとともに、まだ患者が発生していない自治体の皆さんには、これを参考に、今後の状況の進展を見据えた準備に取り掛かっていただきたいと思います。25日に設置したクラスター対策班については、すでに北海道に7名の専門家を、千葉県に2名、神奈川県に2名を派遣し、保健所による疫学調査手法の検討等、あるいは感染拡大防止のための対応策について助言を行っているところであります。また本日、大阪府からの要請を受け、明日、専門家を派遣することにしております。引き続き、各地域の要請に応え、地域の実に応じた感染症対策を支援をしていきたいと思います。新型コロナウイルスについては、今後、国内での感染の拡大を最小限に抑えるため、小規模な患者の集団を生み出すことを防止することが必要だということは、前回、専門家会議からのご指摘を踏まえて、また、基本方針の中にも明記をしておるところであります。このため、集団感染が起こり得る状況に関する傾向や、国民の皆さんに避けていただきたい点について、専門家のご意見を踏まえさせていただきました。
こちらのパネルがそうであります。これまで国内で感染が明らかになった方のうちの8割の方は、まず他の方に感染をさせていないということが一つ指摘をされております。で、一方で、集団感染が起こった共通点を踏まえると、特に換気が悪い、人が密に集まって過ごすような空間、不特定多数の人が接触する恐れが高い場所が共通点として指摘をされ、そうした場所では感染を拡大させるリスクがあると考えられます。国民の皆さんには、ぜひこのような場所を避けていただくようお願いをしたいと思います。また、風邪等の症状があった場合には、ご自宅で、にいて療養していただきたいということを申し上げてまいりました。そうした場合に、ご家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合に、家庭内でどう注意をしていただくかということについても、専門家のご意見を伺い、8つのポイントを取りまとめさせていただきました。まず1点目は、部屋を分けていただくこと。2点目は、感染者のお世話はできるだけ限られた方で行うこと。3点目は、マスクをつけていただくこと。4点目は、細かに手洗いをしていただくこと。5点目が換気をすること。6点目は、手で触れる共有部分、例えばドアの取っ手、ノブ等については消毒をしていただくこと。また、汚れたリネンや衣服は洗濯をしていただくこと。ゴミは密閉して捨てていただくこと。ご家族に新型コロナウイルスが疑われる場合には、これらの点に十分にご留意をいただきたいと思います。もちろん、ご本人は外出を避けていただく。また、ご家族や同居されている方も熱を測るなど健康管理をして、不要不急の外出は避けていただき、特に咳や発熱などの症状があるときには、職場などにも行かないようにしていただきたいというふうに思います。また次の点は、労働者の休業等に関する対応については、政府としても雇用調整助成金をはじめとする支援策を速やかに実施していきたいと考えております。企業の皆さんにおかれましても、非正規雇用の労働者を含めて、労働者の雇用維持に努めていただきますようお願いをしたいと思います。また、こうした企業の努力に対して政府としても幅広く支援をしていきたいと考えております。雇用調整助成金については2月28日付で支給要件緩和の特例措置の対象となる事業主の範囲を拡大をし、新型コロナウイルスの影響を受けるすべての事業主といたしました。加えて、さらなる要件緩和として、被保険者期間、要するに6ヶ月、被保険者でなければならないという要件がかかっておりましたが、これを撤廃をいたします。また、北海道では鈴木知事が緊急事態宣言を発出し、この週末、外出を控えるよう道民への呼びかけを行われました。緊急事態宣言を発出した北海道に対しては、雇用調整助成金の特例を設け、上乗せ助成の実施、あるいは非正規雇用の方に対する支援などを考えていきたいというふうに思っております。詳細は現在検討しているところであります。また、昨日総理から示された方針を踏まえ、2月の27日から3月31日までの間に、小学校等が臨時休業した場合等に、この保護者が休む場合については、非正規で働く方も含めて、賃金を支払った企業に対する助成金を創設することにしております。事業主の皆さんにおかれては、こうした助成金が創設されることを踏まえて、保護者の皆さんの生活をしっかりと支えていただきたいと思います。また、今般の小学校の臨時休業に際しては、放課後児童クラブについては引き続き解消することにしております。他の児童福祉施設等からの職員の応援が確保されるよう必要な対応はお願いをしているところでありますが、これに加えて、文部科学省と協力をして、放課後児童クラブの業務に学校の教員が携わることや、学校において子どもを預かることによる子どもの居場所の確保を促すとともに、学校の空き教室との一層の活用について、3月2日中に各自治体に通知をしたいと考えております。なお、今般の学校の休業に関連して、放課後児童クラブを午前中から運営される場合、また支援の単位を新たに設ける場合、まさに例えば今、一つのところをこれを分けて、もう一箇所で放課後児童クラブを行うといった場合には、加算を創設し、保護者負担を求めず、しかも国庫負担を10分の10として補助したいと考えております。
引き続き個々の放課後児童クラブの状況によってきめ細かな対応を図っていきたいと思います。いろいろ申し上げましたけれども、国民の皆さんにいろいろとお願いをさせていただいております。同時に、私どももなすべき支援はしっかりと行っていきたいというふうに考えております。改めて申し上げます。今がこの国内での健康被害を最小限に抑える上で、本当に大事な時期であります。国民の皆さんのご協力をいただきながら、厚生労働省としても、国民の皆さんの命と健康、また暮らしを、また仕事を守っていくために全力を傾けていきたいと思います。そして国内での感染拡大の防止、重症化防止にも全力を挙げて取り組んでいきたいと思っておりますので、皆さんのご協力とご理解をよろしくお願いいたします。少し長くなりましたが、私の方からは以上であります。